どうも、単独歩行者です。パニ散歩ではパニガーレに乗っていろいろなところを巡り、おすすめスポットをご紹介しています。本日は浅草花屋敷に行きたいと思います。浅草花屋敷は浅草の名所浅草寺からほど近い場所にある遊園地で、都心の限られた敷地内に数多くのアトラクションを詰め込んだ楽しい空間です。そんな浅草花屋敷はなんと今年で開園171周年。開園したのはあのペリーの黒船が来航した年と同じです。日本がまだ江戸時代だったというのが驚きですね。開園当初はボタンや菊の細工を中心とした花園として親しまれ、明治5年頃からはアトラクションが設置され、珍しい鳥や猛獣の飼育も行われて人気を集めていたそうです。昭和に入ると現存するジェットコースターで最古のローラーコースターなどが設置され、浅草の名物として親しまれ、街の発展にも大きく寄与したそうです。浅草花屋敷は時代の流れとともにその姿を変えながらも変わらない楽しさを提供し続けています。昔も今も人々が笑顔で集まる場所として多くの人々に愛され続けている遊園地です。今回はスカイツリーから歩いて向かったので、他の場所にも少し寄り道しつつ向かいます。それでは到着したので早速行ってみましょう。スカイツリーから浅草花屋敷へは少し距離がありますが、歩いていると楽しめる道が多く、途中で下町の風情や名所を満喫できます。特別な用事があるわけではないですが、浅草に来ると1日寄ってしまう雷門もやはり圧倒的なインパクトがありますよね。ぶらぶらと歩いているうちに到着しましたが、第一印象は本当にこんな場所に遊園地があるんだという驚きでした。ローラーコースターもなかなかの密集地帯にやってきますね。男らしくフリーパスを購入したのでアトラクションに乗りまくろうと思いますが、なぜかいつもスワンボートに乗っている気がします。今回は乗れませんでしたが、スカイシップには黒船をモチーフにしたものもあるので、黒船に乗りながら開業171年の歴史に思いを馳せるのも良いかもしれません。様々なアトラクションが所狭しと並ぶ中、かつて火炎だった頃を思い起こさせる空間もあり、どこか癒されるひとときが味わえます。過去と現在が一つに重なり、笑顔が絶えないこの空間にぜひ足を運んでみてください。本日はこんな感じで浅草花屋敷を堪能しました。行く前はただの遊園地でしょと思っていた部分もありましたが、アトラクションの楽しさだけでなく歴史ある文化財だという認識に変わりました。171年もの間人々の笑顔を生み出してきたと考えると、私も身が引き締まる思いがします。建物の構造的にももう二度と現れない唯一無二の施設だと思うので、少しでも気になった人はぜひお早めに行ってみてください。余談ですが、ジェットコースターは和製英語で一般的にはローラーコースターというのが正しいんですよというこすられすぎた雑学をお伝えしつつ締めたいと思います。また動画も上げますのでチャンネル登録していただけると嬉しいです。 X や Instagram もやっていますので、そちらのフォローもお願いします。ではまた次の動画で。